16世紀後半、スペイン王国が最盛期を迎えていた時代に、その宮廷に嫁いだ一人の王妃がいました。彼女の名はアナ・デ・アウストリア。ハプスブルク家の血統を受け継ぎ、神聖ローマ皇帝マクシミリアン2世とマリア皇后の娘として生まれた彼女は、王朝内の血統維持と政治的結合の象徴としてフェリペ2世の第4妃となりました。アナは16世紀ヨーロッパの王侯貴族において繰り返される近親婚の典型的な事例であり、彼女を通じてスペインとオーストリアのハプスブルク家は改めて結びつけられます。婚姻政策の枠組みの中でアナ自身の存在はしばしば埋没しますが、フェリペ2世との間に王位継承者フェリペ3世を生んだことにより、彼女の役割はスペイン王朝の後継構造において決定的でした。では、彼女の生涯はどのような歴史的意味を持っていたのでしょうか。個人としての人生の限界と制度としての婚姻の重みが交錯するアナ・デ・アウストリアの歩みをたどることで、近世ヨーロッパの王朝政治の実像を照らし出してみたいと思います。今後も歴史の真相に迫るため、登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、幼少期とハプスブルク家の血統的背景。アナ・デ・アウストリアは1549年、スペイン王カルロス1世、神聖ローマ皇帝カール5世の孫としてウィーンに誕生した。父は神聖ローマ皇帝マクシミリアン2世、母はスペイン王女マリアであり、まさに両系統のハプスブルク家を直系で受け継ぐ存在だった。彼女の誕生は一人の王女の誕生にとどまらず、王朝の血統維持という構造的な意味を持っていた。当時、ヨーロッパは宗教改革と対抗宗教改革の時代であり、ハプスブルク家はその中心に立っていた。オーストリアの宮廷ではカトリック的経験さと学問的素養を兼ね備えた教育が施され、アナも幼少期から宗教儀礼に深く親しみながら育った。背景には、ハプスブルク家が自らをカトリック信仰の守護者と位置づけていた意識があったのである。周辺諸国との関係を見れば、彼女の存在は外交的な資産とみなされていた。フランス、ポーランド、さらにはイタリアの諸侯からも縁談の可能性が取り沙汰され、アナは早くから婚姻を通じて勢力均衡を調整する道具とみなされていた。その意味で彼女の幼少期は、個人の選択よりも王朝の戦略に組み込まれる運命を象徴していた。民衆の感覚からすれば、ハプスブルク家の王女の誕生は権力者の結束を示すものであり、祝福の対象であった。ただし、その裏では近親婚が繰り返されることへの不安も都市の知識層や宮廷内でささやかれていた。血統の純粋性を重視するあまり遺伝的な問題が積み重なることは、すでに当時の人々に直感的に理解されていたのである。制度的な観点からすれば、彼女の立場は単なる王女ではなく、将来的な婚姻交渉のための駒として法的にも規定されていた。ハプスブルク家の内部では結婚の可否や相手は家紋会議で決定され、本人の意思はほとんど反映されなかった。アナが幼少期から背負った宿命は、まさにハプスブルク王朝の制度的な枠組みによって規定されていた。同時代の証言を参照すれば、彼女は柔和な性格で、敬虔な心を持つ王女として語られている。父マクシミリアン2世は柔軟な宗教政策を取る人物であったが、娘に関してはスペイン王家との結びつきを強める存在として評価しており、すでに政治的役割を期待していた。スペインの宮廷でもいつの日か彼女はイベリアの王宮に迎えられるだろうと予見されていた。現代研究では、アナの幼少期における教育や役割が、16世紀の王朝国家システムの一端を示す事例として再評価されている。つまり、王女は血筋の保障者であると同時に、外交の道具であり、制度の安定を支える装置でもあったという視点である。そのためアナの存在は、単に一人の王妃の物語ではなく、ヨーロッパの勢力均衡を反映する歴史的パターンの一部として読み解かれるようになっている。第2章、フェリペ2世との婚姻交渉とその背景。アナ・デ・アウストリアの人生において決定的な転機は、スペイン王フェリペ2世との婚姻交渉であった。1560年代後半から1570年代初頭にかけて、スペインとオーストリアのハプスブルク家は、改めて血縁関係を強固にする必要に迫られていた。フェリペ2世はすでに3度の結婚を経験しており、いずれも王朝の結束を意図したものであったが、男子の継承者は創生するか病弱であったため、王位継承の安定は依然として不安定だった。そのため、
皇帝マクシミリアン2世の娘であるアナが最後の決定打として選ばれることとなったのである。この背景にはカトリック世界を主導するスペインの立場とオーストリア・ハプスブルク家のバランス感覚があった。オーストリア宮廷ではプロテスタント勢力への融和策が模索されていたが、スペインはトリエント公会議を経てカトリック政党の旗手として振る舞っていた。両者が親族婚によって再び結束することは、ヨーロッパの宗教対立におけるカトリック陣営の統一を象徴するものだった。周辺諸国の反応は複雑だった。フランス宮廷はスペイン・オーストリアの再接近を警戒し、イングランドではエリザベス一世の外交方針に影響を与える事態となった。さらに教皇庁もこの婚姻に関心を寄せ、カトリック世界の団結を強調する象徴的意味を持たせようとした。アナの縁談は単に家族の問題ではなく、欧州全体の勢力均衡に関わる国際政治の核心だった。民衆の視点では、この結婚は血の巡りをさらに濃くするものとしてささやかれた。スペイン宮廷では、フェリペ2世が自らの命をめとることへの違和感も存在し、一部の人々は神の摂理に反するのではないかと不安を表明した。ただし、王国全体では男子の継承者誕生への期待がそれらの声を凌駕し、王妃を迎える準備は祝祭的な雰囲気を帯びていった。制度の観点からすれば、この婚姻は教会法における近親婚の規定に直面した。叔父と姪の婚姻は通常であれば禁じられていたが、ローマ教皇グレゴリウス13世は特別にこの結婚を認める勅許を発布した。王朝の必要と宗教制度の規範が衝突し、最終的には教皇の権威による例外が適用されたことは、当時の教会と王権の相互依存関係を象徴する出来事であった。宮廷内での見方をたどると、フェリペ2世はアナを敬虔で温和な命と評し、政治的意図以上に性格的な調和を重視したと伝えられている。一方でオーストリア側の皇帝マクシミリアン2世は、この婚姻を家紋の結束を固める最大の保証と捉えており、娘を送り出すことに政治的な満足を覚えていた。両家は互いに利用し合いながらも、深い信頼と敬意を維持していた点が特徴的である。この結婚が近親婚の象徴として単純に語られるのではなく、国際政治における最後の切り札とされている。フェリペ2世がアナを選んだのは、感情的な行為もあったと同時に、ヨーロッパのカトリック秩序を維持するという戦略的判断でもあった。つまり、この婚姻は王朝の血統維持と宗教政治の二重構造を体現していたのである。第3章、スペイン王妃としての役割と宮廷生活。1570年、アナでアウストリアは晴れてスペインに迎え入れられ、フェリペ2世の第4妃として正式に婚姻生活を開始した。彼女は20歳、夫は43歳と世代の隔たりがあったが、王宮内での2人の関係は政治的打算以上に個人的な調和を示したと伝えられている。フェリペ2世はこれまでの妃たちと比べてもアナに特別な愛情を抱き、宮廷の人々も国王が最も安らぎを感じた日として記録している。当時の背景を考えると、アナが果たすべき役割は明確だった。スペインは広大な帝国を統治しており、国内外で戦費と宗教問題に直面していた。その中で王妃に期待されたのは、まず男子継承者の誕生、そして宮廷における敬虔な模範としての振る舞いであった。特にトリエント公会議以降、王妃は単なる装飾的存在ではなく、カトリック信仰の体現者として位置づけられていた。アナはこの期待に応えるように熱心な信仰生活を送り、慈善活動にも積極的に関わった。外交的に見れば、彼女の存在はスペインとオーストリアの結束を象徴するものであり、他国との駆け引きにおいて心理的な圧力を与えた。フランスの宮廷は二大ハプスブルクの絆に危機感を募らせ、イングランドでもエリザベス一世が独自の外交網を再強化するきっかけとなった。アナ自身が外交交渉の場に立つことはなかったが、その存在自体が国際政治の舞台に影響を及ぼしていたのである。民衆の反応を記録した年代記によれば、アナは優雅で控えめ、だが親しみやすい王妃として親しまれていた。マドリードやトレドの祭礼では、王と共に姿を現す彼女に向けて群衆が熱烈な歓呼を送ったという。特に継承者誕生への期待は絶大で、彼女の解任が報じられるたびに都市では祝祭が開かれ、民衆が祈りを捧げたことが記されている。制度の観点からすれば、アナはスペイン王妃として王国の宗教儀礼や王室儀典に組み込まれる存在であった。
王妃の地位には単に王の伴侶という役割だけでなく、宮廷の秩序を体現し、国内外に王権の正当性を示す役割があった。そのため彼女は行事の場で王権と教会の結合を象徴する人物として重要視された。宮廷内での評価を見れば、アナは穏やかな性格ゆえに対立を避け、王の信任を得た。フェリペ2世の娘イサベル・クララ・エウエニアラとの関係も円満で、慶子たちからも敬愛されたとされる。同時代の証言にはアナは宮廷に平和をもたらしたとの表現が残されており、政治的陰謀が渦巻く場にあっても、彼女が安定の象徴として受け止められていたことがわかる。近年の歴史学では、アナの宮廷生活は女性の役割が王権を支える仕組みの典型例として注目されている。彼女は表立って政策を動かすことはなかったが、王権のイメージを柔らかく補完し、宮廷の宗教的道徳的秩序を体現することで、制度的に不可欠な役割を果たしていたと再解釈されているのである。第4章、世継ぎフェリペ3世の誕生とその意味。アナ・デ・アウストリアの最大の歴史的役割は、スペイン王家に安定した後継者をもたらしたことであった。1578年4月14日、マドリードのアルカサル宮殿で誕生したのが後のフェリペ3世である。この出産は、スペイン宮廷における大事件として記録されている。フェリペ2世は50歳を超えており、継承者不在の不安が常につきまとっていたため、この男子誕生は王国全体に安堵をもたらした。背景をたどれば、当時のスペイン帝国は、地中海でのオスマン帝国との抗争、ネーデルラントでの反乱、さらには新大陸統治における負担を抱えていた。こうした状況で王位継承が不安定であることは国家にとって致命的であり、アナの出産は帝国の持続可能性を支える基盤を形成した。まさに王朝国家の存続を保障する出来事として理解されるのである。周辺諸国との関係においても、この誕生は重大な意味を持った。フランスではバロワ家の断絶が迫っており、スペインのハプスブルクが安定した後継者を得たことは大きな対象を成した。イングランドのエリザベス1世にとっても、スペインの王党が盤石になったことは外交上の圧力となり、後の英日関係に影を落とすことになった。さらにローマ教皇庁はこの誕生をカトリック世界における神の祝福と位置づけ、教皇の祝辞がマドリードに届けられている。民衆の反応も熱狂的だった。年代記には、フェリペ3世誕生の方が伝わるや、マドリードの広場で花火や行列が催され、教会では連日感謝のミサが捧げられたことが記されている。都市住民だけでなく地方貴族や修道院からも贈り物が集まり、アナは母として王国を救った王妃と称えられた。一方で、近親婚の繰り返しによる健康への不安は依然としてささやかれており、民衆の喜びの裏に潜む一末の不安もまた消えることはなかった。制度的に言えば、フェリペ3世の誕生はスペイン継承法の安定を意味した。王位継承は男子優先の長子相続に基づいており、男子が生まれたことでイボ姉妹たちの権利は後退し、王国の内乱リスクは軽減された。お受けの系譜上、アナの子が王位を継ぐことは法的にも確定し、ハプスブルク家内の結束をさらに強固にした。宮廷内での評価を振り返ると、アナは次母として敬虔に子を育てる王妃として理想化された。フェリペ2世は公的文書において神がアナを通じて王国を救ったと記しており、夫妻の結びつきは個人的愛情と制度的役割の両面で確認できる。また、オーストリア宮廷からも祝福が贈られ、マクシミリアン2世は孫の誕生をハプスブルク家の未来を保証するものと評価した。現代研究では、この誕生がスペイン帝国の安定に与えた影響が改めて注目されている。フェリペ3世自身は無能な王とされることが多いが、その存在が王党断絶の危機を回避したことは否定できない。歴史学では人物の資質と制度としての王党の安定を切り離して考える視点が強調され、アナの功績は一人の王妃の個性ではなく制度を支える出産の行為として再解釈されつつある。第5章、晩年と早すぎる死。アナ・デ・アウストリアの生涯はスペイン王妃としての安定と祝福に包まれていたが、同時に出産に伴う苦難と健康の衰えに彩られていた。1570年の結婚から1580年に亡くなるまでの10年間、彼女はフェリペ2世の宮廷において繰り返し解任と出産を経験した。王妃としての使命を果たすために自らの身体を酷使し、最終的にはその代償として命を落とすことになったのである。
歴史的事実としてアナは5人の子を産み、そのうち生き残ったのは後のフェリペ3世ただ一人だった。1580年、リスボン遠征に際してフェリペ2世に同行していた彼女は流産とその後の病により急速に体力を失い、マドリードでわずか31歳の若さで崩御した。この死はフェリペ2世に深い衝撃を与え、彼は長くもに服し、アナを最も愛した日として記憶した。その背景には16世紀ヨーロッパの女性王族に共通する出産のリスクがあった。近代的な医学が未発達である時代、王妃の最大の役割である出産は同時に命を懸ける行為であった。アナの死もまたその制度的期待の裏側に潜む過酷な現実を象徴していた。周辺諸国はこの訃報に敏感に反応した。特にオーストリア宮廷ではマクシミリアン2世の娘が若くして命を落としたことに深い悲しみが広がり、同時にスペインの王党は再び危機にさらされるのではないかという懸念が浮上した。フランスやイングランドの宮廷ではフェリペ2世が新たな婚姻を選択するか否かが注視され、国際関係の一つの焦点となった。民衆の感覚を反映する記録によれば、アナの死はマドリードを中心に大きな衝撃をもたらした。国王が深い悲しみに沈んだ姿は人々に強い印象を与え、敬虔で温和な王妃の死は王国全体の喪失と受け止められた。葬儀の際には群衆が街路に集まり、教会は長期間にわたり追悼の祈りを捧げたという。王権構造に基づけば、王妃の死は単なる家庭の悲劇ではなく、制度的な意味を持っていた。すでに後継者フェリペ3世が誕生していたため、王位継承の危機は免れたが、宮廷の儀礼秩序において王妃不在という空白が生じた。王の私生活と王権の象徴が一体化していた当時において、この空白は国家的喪失と同義であった。宮廷内での証言によれば、フェリペ2世はアナを私の生涯で最も安らぎを与えた伴侶と回想した。政治的婚姻であったにもかかわらず、2人の関係が真の情愛に基づいていたことは同時代の人々も認めており、王妃の死は国王個人の感情と国家の制度が重なり合う形で記憶された。近年の歴史学では、アナの創生がハプスブルク家の婚姻政策の限界を示すものとして注目されている。繰り返される近親婚が王家の健康に影響したことは後世のフェリペ4世やカルロス2世に明確に現れるが、その前段階としてアナの出産と死もまた制度が個人を蝕む過程として再解釈されているのである。第6章、死後の記憶とスペイン宮廷での位置づけ。1580年に世を去ったアナ・デ・アウストリアは、その死後、単なる王妃以上の象徴としてスペイン宮廷に記憶された。彼女が果たした最大の役割は男子継承者フェリペ3世を生んだ点に尽きるが、同時に彼女の敬虔さと温和な性格は理想的なカトリック王妃像として宮廷文化に定着していった。歴史的事実として、アナの葬儀はマドリードおよびエルエスコリアル修道院で盛大に営まれた。フェリペ2世は喪服をまとい、長期にわたり公的行事を抑制することで深い悲嘆を示した。この国王の悲しみは儀礼として演出されただけでなく、実際にフェリペ2世の心情が大きく揺さぶられたものであり、彼の晩年の孤独な印象を強める要因にもなった。背景を踏まえると、この記憶は単なる個人の追悼を超え、王朝の正当性を補強する機能を持っていた。スペイン王権は広大な帝国を維持するために強い統合の象徴を必要としていたが、アナの死後、その役割は準じた王妃としての記憶によって代替された。つまり、彼女は死してなお王権の安定を支える存在として制度的に意味づけられたのである。周辺諸国の反応を見ると、特にオーストリア宮廷ではスペインと委員を結んだ架け橋の崩壊と受け止められたが、同時に彼女が残した子フェリペ3世が両家の結束を維持する保証とみなされた。そのため、死後の追悼は単なる家族的悲しみではなく、王朝連合の安定を再確認する儀礼的要素を帯びていた。民衆の感覚を反映する記録では、アナは慈悲深き母校として語り継がれた。マドリードの人々にとって、彼女の死は一過性の悲しみではなく、記憶の中で良き王妃として理想化され、後の王妃たちと比較する基準となった。都市に残された追悼詩や説教は、彼女の敬虔さをカトリック信仰の模範として描き出している。法体系から照らせば、アナの死後、王妃の地位は空席となったが、すでにフェリペ3世の存在が法的正当性を保証していたため、政治的動揺は最小限に抑えられた。
この点においてアナの役割は死後も王党を安定させる仕組みの一部として理解される。王妃個人の喪失が国家の危機に直結しなかったのは、彼女の生前の行為が制度を確実に支えていたからである。宮廷内での証言によれば、アナは王妃として争いを避け、静かに秩序を守った存在と評価された。王の側近たちからも国王の心を和ませる唯一の人物と認識されており、死後の宮廷では彼女の不在が和解と平穏の消失として実感されたという。歴史学では近年、アナの記憶がフェリペ2世の個人的感情と王朝の政治的象徴が交差する地点にあると再評価されている。彼女は政策に直接関与することはなかったが、その死と記憶が王権の象徴性を強化した点で政治的役割を果たしたとみなされるのである。第7章、アナ・デ・アウストリアの歴史的評価。アナ・デ・アウストリアの生涯は31年という短い時間の中で王妃としての典型と限界を同時に体現したものだった。歴史的事実として彼女はスペイン帝国の安定に決定的な役割を果たし、後継者フェリペ3世を生んだことで王党の継続を保証した。しかし彼女自身が政治の表舞台に立つことはほとんどなく、その存在は長らく血統維持のための王妃としてのみ語られてきた。背景を踏まえれば、16世紀後半のヨーロッパは宗教戦争と王朝間の婚姻外交に彩られていた。アナはその渦中で叔父と姪という極めて近い血縁関係でフェリペ2世に嫁ぎ、制度としての婚姻政策に従属した存在であった。このような結婚は現代的な倫理観からは異質に見えるが、当時のハプスブルク家にとっては血統の純粋性と勢力維持を最優先する合理的選択だったのである。周辺諸国との関係においても、彼女の婚姻は広範な影響を及ぼした。フランスやイングランドにとって、スペインとオーストリアの結束は脅威であり、教皇庁にとってはカトリック秩序の象徴であった。つまり、アナは自ら発言せずとも、存在そのものが国際政治の駆け引きに作用したと言える。当時の世論においては、アナは敬虔で温和な王妃として理想化される一方、近親婚がもたらす健康不安もささやかれた。彼女の死後、息子フェリペ3世は存命したものの、王家の体質的な問題は後世のカルロス2世に至るまで深刻化し、その源流の一部としてアナの婚姻も批判的に語られることになった。制度的に見れば、彼女の役割は出産によって制度を支える王妃の典型であった。王権構造において王妃は政策決定者ではなく、象徴的に血統と信仰の守護者として機能した。アナはその理想像を忠実に体現し、制度を揺るがすことなく生涯を閉じた。同時代の証言では、彼女は宮廷に平和をもたらす存在として評価され、フェリペ2世からも最も愛した日として記憶された。ここには政治的利用の対象でありながら、個人として尊重された稀有な側面が現れている。現代研究では、アナは単なる王党をつなぐ母校としてではなく、16世紀ヨーロッパの王朝システムそのものを映す鏡として位置づけられている。近年の資料解釈は、彼女の婚姻と死を個人の悲劇と同時に制度が個人を拘束する構造として捉え直し、ハプスブルク家の婚姻政策がいかに人間的な犠牲を強いたかを浮かび上がらせている。アナの評価は今や、王妃の生涯を通じて王朝国家の限界と持続を考察する契機となっているのである。今回の動画は以上となります。アナ・デ・アウストリアの人生は、フェリペ2世の妃としての安らぎと、ハプスブルク家の婚姻政策の厳しさが交錯する場であった。彼女は王権を動かす主体ではなかったが、血統を保障する存在として制度に組み込まれ、その創生は制度の残酷さを際立たせた。現代の歴史学においては、彼女は個人としてよりも構造を体現する存在として注目されており、王妃という立場が制度と感情、血統と政治をどのように結びつけたのかを示す格好の事例と言える。私たちはここから、歴史における個人の選択と制度の必然が、どのように交差するのかという問いを見出すことができるだろう。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。